こんちは。お守りとゴール武器の探索シリーズ、2026年3月期の決算報告、始めてまいります。こちらは我々が毎週投稿している企画に関して、これまでの成果物をまとめる動画となります。早い話が中間の振り返り動画だね。一定以上のお守りと発掘武器をピックアップするぞ。今回の動画の対象は2026年3月まで、スタートはこの企画を開始した去年の12月だね。だいたい丸3ヶ月、14パート分になります。結構積み重なってきましたね。1回あたりはそこまでガチャれてるわけでないですが、まとめるとそれなりの数になってます。で、発掘武器に関しては独自の評価基準を用意した。ただ振り返るだけじゃ面白くないしな。まずはゴール級。その名の通りで、ゴールと呼ばれる最高クラスの性能だね。ざっくりとしたラインは最高倍率やスロット3などですが、この評価は生産との比較を意識しています。そのため、いくら見かけ上の数字が良くても、ここに含まれないケースがありますね。ちなみに全てが最高性能、いわゆる完品はここに含まれるよ。ぶっちゃけ今回の動画には関係ないが、あくまでゴールクラスというランクにした。2つ目は準ゴール級。ゴールには及ばないものの、生産を上回る武器ですね。イメージとしてはゴール級をベースにして、1、2個要素が欠けたものが当てはまります。これも生産との比較を重視してる。純倍率だから準ゴール、みたいな単純なものではないぞ。で、最後に妥協品。その名の通り、持ってもいいくらいの評価のものだ。表現は悪めですが、ここ以上が使える範疇になります。割合で言えば妥協品未満がほとんどですので。ここはスペック的には生産並みなものの、独自の役割が持てる武器が入ります。正直現環境だと当てはめづらくはあるかな。この基準って、かつてマルチ前提で考えてたものだからさ。2と3の境界が曖昧になりがちなのもあるが、あくまで我々の評価だからね。人によってどこに当てはまるか変わると思います。それもまた 4G ってことで。はい、では成果発表になりますが、ゴール級は残念ながら該当ありませんでした。前の動画と言ってること違くねってツッコミはあると思う。実際、武器が出た時に騒いでたりしたからな。だけどね、特に理解が浅い武器種については、投稿後に評価を修正するケースがあるよ。ガンナー系なんかは純粋に使用回数が少なく、見た目以上の評価がなかなかできません。それについてはご了承ください。この振り返りは、そこを補正する意味もありますので。そうそうゴールなんて出ないってことだ。ここは今後に期待。じゃあ準ゴールを見てみよう。これは該当するものが出てくれていたぞ。純倍率で田村40の氷たちが出てくれました。見た目は青い飛竜刀ですね。かなり毒々しくなっちゃいましたが、青は属性と合ってるので、ギリ成立しています。これは氷属性と切れ味が偉いね。スロットも2とまとまったスペックがある。たちは属性も重要だから、このくらいのスペックがないと話にならんね。この性能でも不足してますけどね。あくまで生産たちと比べたらって評価です。もともとこれの白長を持ってたので、出番は微妙ですが、強力な武器と言えるでしょう。スロが東証だったらゴールクラスはちょっと無理か。倍率かけって一番重いからな。ほい、それじゃ妥協品のコーナーね。疑惑のフリルパラソルを一応ここに置いた。最高倍率スロさんにパッと見良さそうな弾丸。出た時はゴールだと思ってましたね。ですが、詳しい方からいただいたコメントによると、どうやらあかんパターンだったようです。体験で言えば、1680の田代相当ってコメントが、一番わかりやすくこの武器を表してたね。もともとライトはバルレギが強すぎて、通常に速射で勝てないのが致命的だな。バルレギは最高倍率を期待値で上回ります。これ 4G 内でも相当レアな武器です。そして、そのバルレギをもってしても厳しい評価なライト、ヘビーの存在が重いです。ヘビーとの比較は評価基準に入ってないけどね。我々はあくまで武器種内での立ち位置を重視してる。そのせいでパート9が完全にサムネ詐欺になってるが、掘った時の感想ってことで許してほしいよね。見た目可愛くてお気に入りだったんですがね、もったいないです。一応回し打ちなら使えなくもないってことで、ここに入れましたね。せっかくシリーズ初のゴールかと思ったが、そう簡単にはいかんねえ。はい、じゃあ武器は以上で、ここからお守りに入っていこう。お守りは受け取ったか否かベースにしてます。純粋な性能での比較になりますので。ここまでで受け取ったものは3つでしたが、使いそうなのは2つだけですかね。反動5射砲3はね、死に打っても更新できなかった。反動6だったら1つ更新できたんだが。ポイント5と6は数字では1しか変わらんが、時にそれ以上の差を生む。装飾品や防具との兼ね合いがありますので、6だと 1V で発動したりします。その点では真ん中の通撃抜刀が惜しかった。スロさんなら更新できてましたね。ただ、スロさんの発掘体験なら更新可能なんだよね。将来を見越して置いておくことにした。
通撃に有用な第2スキル付きスロさん。やっぱまず目指したいのはこれだよな。で、一番右は直近で出た匠7スロ2ですが、これは組めなかったものが組めるようになりました。具体的にはスタンダードなブラミラ用装備です。これまではラー用のテンプレすら不可能でしたね。匠は非常にお守りへの依存度が高いスキルだ。なんなら真打ち入りのが気軽に発動できる場合もある。たまーにブラミラ担ぎたくなる病にかかるんだけど、その時は活躍してくれそうだぜ。他にも匠入りの装備組にはお呼びがかかりそうです。いや、よかったよかった。で、受け取らなかったのがこの辺ですね。正確には強力だけどもらわなかったもの、ですか。もう持ってるからいらないってだけのが多いな。タメタンとかのせいあたりはそれだね。やらかしてたのは3番目の処方と三段強化のやつかな。コメントで神尾間だって指摘もらってた。拡散野にとっては非常に強力なものであると、確かに言われてみれば強そうですね。頭の中で三段と処方が結びつかず、後で強い発掘引いた時後悔したら嫌ですね。これをもう今後に活かしていくしかないね。怪しそうなのは調べるなり受け取るなりしていこう。あとは前回出た剣術後攻撃14だが、これは受け取らなくてよかったと思うね。心眼もまあ、使うっちゃ使うスキルですが、真剣一体での発動も狙えますからね。これでスロさんならさすがに持ってたと思いますが、こういう中途半端なのは大体使いません。周回中にセーブすると恐竜結晶がごっそりなくなるからね。企画にするなら、そこも考慮しないとダメだ。なわけでまとめね。普段使いするレベルの当たりはお守りだけだったな。正直、タチで準ゴール出ても仕方ないんですよね。ゴールレベルでも強武器の準ゴールにかなわないので。発掘武器の方で分かりやすい成果がないのは厳しい。近接で強いのが欲しいですね。なんだかんだ封じられし武器はそれなりに鑑定したが、やはり数万分の1となると一筋縄ではいかんな。ただ、装備以外の部分でも収穫があったぞ。特にガンナーの知識面が増えたね。失敗から学ぶようなパターンでしたけど、発掘ライトの基準などは勉強になりましたね。我々はヘビー以外をまともに運用したことなかったので、ゲーム自体への理解度が深まりました。コメントくれた有識者には改めて感謝したい。令和8年にまだ勉強できる場があるなんて。あとは実践での腕を上げるだけだな。それこそゴールでも来ればモチベ湧くんだが。それに耐えられる環境用意できるでしょうか。今考えても仕方ないですが。はい、ということで今回の決算報告は終わりなんですが、今後について軽いお知らせです。これまでよりこのシリーズの投稿頻度は下がると思う。はっきりしたペースは決まってないが、おそらく月1かな。チャンネル自体の投稿ペースは維持しつつ、代わりに別の企画を入れる形になるかな。理由としてはこのあたりです。パート14でも少し触れてましたが、大体同じことするんで、マンネリ防止が一番ですかね。ちょうど手持ちの環境も大体一周しましたので。区切る期間が長ければその分成果も出やすくなるしな。見どころっていうのはそういうことね。それに、週1だとシンクへの準備は厳しそうだから、もろもろ踏まえてこういう方針でいくよ。ただ、ざっくりとした方針ですので、唐突に投稿が集中することもあると思います。その時はネタねえんだなこいつと思って、笑いに来てくだされば幸いです。何はともあれ3ヶ月お疲れさんでした。今後もみんなで樹海を掘り尽くしていこう。さて、それじゃあこの後は成果物使って、武器掘りでもやっていくか。ここで出さないと一生使わなさそうですもんね。張り切っていきましょう。よし、それじゃ研磨から行くぞ。いらんレア銃もだいぶ溜まってきたな。これも適宜溶かさないとですね。また恐竜結晶補充しとかないと。で、例の準ゴールたち、ありましたね。やはり紫が見えてると一気に強そうになります。切れ味ゲージの維持ってのは本当に重要だからな。手数武器なら紫40欲しいね。さてと、これは防御が伸びるから強化はいらんが、1回くらい強化してみるか。防御力は820から30あると体感耐えられる攻撃増えます。特にマルチ時代は重要な水準でした。はい、ということでささっと装備を組んできました。普通の真打ち構成って感じですね。大定番の東証4スロ3にクジラハト入り。やっぱこれよね。石は火力重視で合心にしてる。属性があっても氷じゃ属撃はいらん。属撃って効果時間は短めですからね。安定を求めるなら対象の方がおすすめ。お相手については、やはり140ラージャンですかね。とりあえず発掘武器を試すなら、これが一番。最もわかりやすい指標になるからね。試し切りの相手にしては強大すぎるが。初手は、太刀でも合心の両研ぎでいいか。ダメージ少しでも欲しいからね。太刀はとにかく時間との戦いです。攻め攻めでいかないと結局解除が厳しくなります。とはいえ TA では結構早い方みたいですね。赤を維持できる前提ならそれなりに火力は出るのか。つってもこれは地形や個体に左右されそうだからな。少なくとも今の我々にはあんま参考にならん。
麻痺などの補助がないと、とにかく色の回収がね。時には被弾覚悟で大回転しないといけないぞ。そういう意味では防御アップのパターンは合ってるかも。いや、本来これに頼るものじゃないですが。今の岩投げは見返すと色の回収チャンスでしたね。自然に立ち回り決めとけばよかったです。前はたまに立ちで回ってたりしたんだけど、最近めっきりやらなくなったからな。ミトスキに入りそうな攻撃を当てる立ち回りしかできんわ。回避性能や心眼もないから慎重にならないと。今後歌いを耳栓にすれば他にもスキル入りそうでしたが、この辺は個人的な好みで選んでます。さて、ここで最初の解除ですね。進撃の時間で収まったのはいい感じ。でも色は回収できず、一被弾しちゃったね。さすがに連動不足で閉まらないな。スキアラは連動不足って言ってますね。下手なのはやってないせいという定番の言い訳。ということで色を回収しに行きたいんですが、行動次第なので割とお祈りですよね。こういう広いマップだとなかなかね、怒り以降で離れちゃうから怒り中に狙うべきかな。合計は回収も維持も難しいが、回収したら下で一気に無色になる、すごい仕様だ。それでも色がつかないと話にならない火力という、本当に厳しい武器種ですね。赤を維持できるなら理論値は悪くないんですが、そんなプロ半限定仕様にされてもって感じです。あとはこのデカすぎるヒットストップだよな。デカツの割に一発一発が重いんだよたちは。連機で切れ味補正がつくのはいいんだけど、浮きすぎるってのも困りものだな。そもそも武器を振るスピードがいまいちで、ワンチャンスで当てられる攻撃は限定的です。特にそれを感じるのが鬼人ぶり。全発当てるにはものすごく長い隙が必要です。で、タイミングが悪いと怒り以降で抜けられるっていう、白くらい回収させてくれよ。ようやく最初の回収チャンスが来たよ。これが3段階あるのか。ゲージもギリギリでしたね。連機の固定とゲージ量まで気にしないと。最近のモンハンはいろんな要素を管理させたがりますけど、この時代でこの多さはなかなかのもんです。こういう強化要素ってなければないほど強いからな。本来の性能を上げるから強化要素なのに。いつの間にか強化要素イコールその武器の象徴になって、強化込みで元通りにされるのがモンハンあるあるだ。こうして儀式が定着していくわけですね。ちゃんと強い強化状態ってのは実は貴重なんですな。しかしなんだかんだで黄色までゲットできました。間に合えば回収までは早かったですね。黄色まではガンガン気軽に回収できるね。まだ数分は持つ。次の理想は黄色の切れかけで赤にすることだが、まず理想通りにはいかんだろうね。ストックしておく機能かなんか欲しいですけど、それはそれで複雑すぎますか。黄色いの移行からほどなくして採極が来ました。この辺までは太刀でも解除に余裕があります。極限との相性自体は絶望ってほどじゃないね。進撃なしで効果が重なるとまずいが。弱武器が弱武器たるゆえんは全て火力の出しづらさだ。極限に対して火力が足りないってのは改ざんよ。使用が長引くことを許してませんからね。1秒でも早く討伐することが一番の対策です。ここから先は生存も注視して立ち回ります。一番警戒すべきはこのボディプレス。いつでも右奥に前転で抜けられるようにしておく。攻撃を出し続けないことももちろん大事だ。我々、手数武器にはよく回避性能を積んでるんだが、太刀だとなしでもなんとかなりそうかな。何度か怪しい場面はありましたけど、機動力もなくはないですしね。このプレイは全体通してなかなか調子が良かったです。結構綺麗に攻撃できてますよ。火力も防御も足りてないから太刀は大変なんだよな。こうしてうまくいってると気分がいいね。見た目ももちろん最高にかっこいい。あと各要素が少しずつ強ければな。少しで足りるかは置いといて、使ってて楽しいのは間違いありません。その後、赤まで上げ切ることができました。順調ですね。釣っても5分張りになってるけどな。本領発揮までが大変すぎだろ。その流れで採極1回目も解除が完了だ。石1個では足りんかったか。しかし解除直後の移動は美味しくないですね。これで解除時間をだいぶ持ってかれます。あれ、というか、紫が1エリア持ちましたね。これは紫40を褒めるべきなのか。手数が出せてないってことでもあるからな。手放しで喜べることじゃないね。さて、あとは赤の時間だけ大事にしつつ、チルクいく感じかな。赤色の補正は 1.3 倍もあります。2分だけですが、強化幅はかなり強力。せめて大回転で時間リセットがあれば、ロマン武器として地位を確立できたかもしれないのに。表示攻撃力1500とか超えるからねこの武器。見た目だけなら総中根を超えてるぞ。ほんとなんでこんな仕様にしたんだろうな。赤 1.2 倍でいいから、サード系の仕様が良かったよ。あっちの方が感覚的にも自然ですよね。王の太刀は赤に命かけすぎなんですよ。ということで文句を食べつつやっていきますか。今回のラージャン両個体っぽいですし。ずっとビームを希望する。点灯じゃ色回収できんからね。はい、ごっそり飛んで15分張りだ。やっぱりきついよこれ。採極2回目以降がやはり鬼門です。
本当に解除が難しくなります。これって色のモーション値強化は反映されるんでしょうか？解除が楽になった感じはしませんが。わかんないけど、多分反映されてなくね。反映してたらもっと騒がれてたと思う、かも。そんなわけで大詰めだ。冷静に石の復活を待ってから起こしていくよ。黄色ももうすぐで切れてしまいます。この時間中に仕留め切りたいですよ。生体に大回転を外しましたがそれはいいでしょう。ゲージがそれを許してくれませんでした。くそ、どこまでも不便な仕様だぜ。仮技よこせよ。お前も岩掘ってくんな、おとなしくやられろ。あ、HP1 でしたね。効果部位に弾かれて終了。タイムは17分58秒でした。厳しい。序盤の感じだともっと出るかと思ったが、そう甘くはなかったか。まあいい、武器見ていこうぜ。ここでゴール出ても。こっちはもっと厳しい。レア8体験が一つですか。やっぱ閉まらねえな。準ゴールなんだから気合い入れろよ。つうことで決算報告動画でした。長いようで短い3ヶ月だったな。頻度は落ちますが、企画自体は続けていきます。こういうのは定期的にやるのが大事だし。まだまだ我々の発掘探索は終わりません。もちろんお守りも。引き続きゴール来ることを願って、みんなで頑張っていこうぜ。ほいじゃ、次の動画で。またね。